皆さんこんにちは。手帳の時間です。今日は私が大好きな無印良品文房具の中でも最近のお気に入りとその実際の使い方についてご紹介します。それでは早速行ってみましょう。まずはミシン目入りのマスキングテープからです。このマスキングテープはトゥードゥリストとかタスク管理をする際に使うマスキングテープですが、2つの四角ごとにミシン目がついていてハサミいらずですごく使いやすいです。この中の四角の大きさは 3mm×3mm です。私は 5mm 幅のドット方眼タイプのノートを手帳として使っているので、大きさ的にもすごく馴染むし、シンプルなのでよく使っています。次は付箋型のチェックリストです。付箋型なので場所の移動が必要になるかもという時によく使っています。無印はこのタスク管理系のメモ帳とかが充実しているので本当に大好きです。実際の手帳にはこんな風に活用をしています。自分の持っているマスキングテープで上下ペタペタっと貼ることが多いんですが、場所の移動をするときにさっと剥がせてとても便利です。例えば読みたい本のリストを作っておいて、実際に本屋さんに行くときにこの付箋だけを持っていくとか、もう何でも使えそうですよね。ということで、割と小さめのタスク管理系のものは最近気に入って使っています。次はペン類です。最近のお気に入りというよりは殿堂入りのお気に入りアイテムになります。まずはゲルインキボールペンキャップ式 0.38mm の黒、こちらを愛用しています。サラサラ書けるし、書き心地が好きでよく使っています。ちなみにキャップ式だけではなくてノック式も販売されています。次はこすって消せるボールペン黒の 0.5mm です。公的な書類とかには使えませんが、消せるペンが1本あると何かと便利ですよね。実際の使い方としては、スーパーに行く前に買い出しするものをバーッと書き入れることが多いです。そしてこちらのチェックリストも無印のものですが、手帳と併用して使うときは小さいタイプの付箋の方が好きなので、先ほどご紹介したものを使っています。この大きいタイプのチェックリストはスーパーに行く前とか、帰省する前とか、旅行に行くときとかによく使っています。基本的にこのこすって消せるボールペンは保存することのないメモとかに使うことが多いです。消してもカスが出ないのですごく使いやすいですよ。こんな風にスーパーに行く前にちょっと書き出しをした後、玉ねぎじゃなかった、ネギだったっていう時は消して、そしてネギと書き入れる。こんな感じです。こすって消せるタイプのボールペンは色も豊富でリフィルも販売されています。次は低重心シャープペン白の 0.3mm です。安定感があって細い文字も綺麗に書けるし、多分365日使っていると思います。以前は手帳にはボールペンで書くことが多かったんですが、今はこの低重心シャープペンで予定を書いたり管理をすることが多いです。消えてほしくない線などはゲルインキなどを使っています。実際の手帳をパラパラっとめくってもほとんどシャーペンで書いてますね。タスクが完了した時もシャーペンで塗りつぶしをしています。で、このペン類は最近は家で使う時にはこの透明の100均とかで買った透明のケースに入れて保管することが多いです。以前は筆箱を使っていました。文房具類はすべて IKEA のワゴンにまとめているので、こんな風に仕切りを作って置いておくことが多いです。シンプルなので無印でまとめるとすごくスッキリしますよね。次はラップケースです。私の動画にはよく出てくるラップケースになります。幅は25センチから30センチ用のものを使っています。中身はマスキングテープです。半透明のラップケースなので、どこに何があるのかすぐにわかります。最近は1センチ幅のマスキングテープをよく使うので、まとめて入れて保存することが多くなってきました。こちらもラップケースに入れて保存をしないといけないですね。ただ、マスキングテープをビリッと破るときには、ちゃんと押さえておかないと全部がぐわっと出てきちゃうんですよね。トントントンと押さえながらビリッと破ります。私は慣れたので使いやすいですが、おすすめするかというと微妙です。こんな風に手帳には1センチ幅のものがたくさんペタペタ貼ってあります。ということで今回は無印良品の文房具の中でも私の最近のお気に入りをご紹介しました。
もしも無印で何か文房具を買い足したいなという時には、この動画が少しでも参考になったら嬉しいです。皆さんが大好きな無印良品の文房具もぜひコメント欄で教えてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。